異世界文字を翻訳して判明したアレクシアの真の実力とは？そして謎の最強キャラとは？今回は影実1期第3話を超マニアックに考察していきます。原作者の知らない蒸気機関車。15歳になり魔剣士学園入学のためミドガルオートに上京するシドくん。原作では実用化されていない蒸気機関車に乗っています。中西監督によれば、原作では中世だった時代設定をアニメでは近世に近づけたとのこと。これは主に風景をキャラクターデザインに合わせるためだったそうです。確かに学園の制服などは中世の風景には合わないかもしれませんね。というわけで、まずはアニメの時代設定を推定できそうな描写を中心に、ミドガルオートの様子を確認していきましょう。世界初の蒸気機関車が作られたのは1802年。オートに着いたシドくんの後ろの駅構内には自動券売機のようなもの。自動券売機が登場したのは1904年。シドくんが見上げる先にあるのは、第1話にも登場していたいつもの時計塔。モデルになったと思われるビッグベンができたのは1859年。垂れ幕に描かれているのはおそらくミドガル王国の国章。3本の剣を重ねたような衣装になっています。円盤特典の絵コンテによればシドくんがいる駅の名前は時計塔前駅。駅よりも時計塔の方が歴史が古いことがわかりますね。100万人都市ミドガルオートの街並み。大型の集合住宅が林立していて人口密度はかなり高そうです。絵コンテによれば高台にあるのがミドガル魔剣士学園。左下の看板の異世界文字は学生寮。シドくんはここから高台の学園へ通学しています。結構遠いですね。これは確かに汽車通学が必要になりそうです。オーニョやクレア姉さんが住んでいる崖の中の寮の様子。時計塔にあったものとは衣装が違いますが、これはおそらく国章または騎士団章で、3本の剣とミドガルの M の字を組み合わせたもの。こちらは魔剣士学園の校章と思われます。その間にあるのは聖教またはディアボロス教団の紋章。この解像度だとどちらとも断言できません。寮を照らす明かりはおそらくガス灯。ガス灯が実用化されたのは1797年。学園前の駅にある信号機はおそらくガス灯化方式のもの。このタイプの信号機が実用化されたのは1868年。ちなみにこの路面汽車はオート西回り。食堂のドアに使用されている大型で透過性の高いガラス。これが製造可能になったのは1950年のフロート法確立以降。時代設定に関わる描写をまとめるとこんな感じです。ヨーロッパの近世は1800年代初頭までなので、該当するのはガス灯と蒸気機関車まで。それ以降の技術は近世を超えて近現代の領域ですね。シドくんは中世だと認識していましたが、実際にはもっと進んでいます。まあ影野くんは世界史とか興味なさそうだったもんね。仕方ないね。張り紙の内容。食堂の張り紙に書いてある異世界文字は上から提供。 S と T が逆になる語字がありますが、三つ星のマークは GOSI の文字をデザインしたもの。一番下は食堂では剣を預けましょう。魔剣士学園らしい注意書きで面白いですね。告白シーンと次の食堂内のシーンのアレクシアを比較してみると、食堂内ではちゃんと剣を預けている様子が確認できます。ルールを守れて偉い。だんだん心惹かれてく。第3話はシドくんとアレクシアの関係性の変化が丁寧な心理描写で表現されていました。罰ゲームで告白するシドくんと OK するアレクシア。差し出された手を握るのではなく指先をつまむ行動からは、シドくんに対する嫌悪感すら感じられます。この時点ではお互い自分の目的のために相手を利用しているだけで、相手自身には全く興味がありません。アレクシアに至ってはシドくんの名前を知っているかすら怪しいです。しかし次の食堂のシーンでアレクシアは体でシドくんを押しのけて着席。指先をつまんだ時のような嫌悪感は感じられません。さらに武術の授業ではシドくんに体を預けてストレッチ。これは多少なりとも相手を信用していなければできない行動です。一方シドくんもアレクシアと剣を交えてその技量の高さを認め、珍しく剣に対する姿勢を褒めています。墓地に10万ゼニー金貨を投げて遊ぶアレクシア。金貨に書かれた文字はミドガル王国ですが、アイオエルとごじってます。大丈夫か？この国、
という心配はともかく、ポチの頭を撫でるアレクシアの自然な表情はシド君に対してかなり心を開いているように見えます。そこからシド君に対するスキンシップはさらに大胆になり、心理的な距離も近づいている様子がうかがえます。そしてついには一度シド君の口に突っ込んだアイスを食べるアレクシア。これはもう行為がなければできない行動ですよね。シド君の剣を褒めるアレクシア。ここでアップになったシド君の剣はグリップがボコボコになっています。シド君が地道な剣の修行にも全力で取り組んでいることがわかりますね。姉へのコンプレックスを吐露するアレクシア。ここに至るまでシド君に心を開いていく描写が積み重ねられてきたからこそ、このシーンの重さが強調されています。素直に君の剣が好きと褒めたシド君でしたが、それはアレクシアにとってはトラウマを刺激される地雷でした。怒りからシド君に剣を向けるアレクシア。二人の心理的距離が近づいたからこそ生まれる衝突。心の動きが丁寧に描写されるヒューマンドラマとしての側面も影実の大きな魅力の一つですよね。オーニョの実力。さて、そんなアレクシアのトラウマ、彼女が敗退した過去の武神祭のトーナメント表の異世界文字を翻訳した結果、全部で9人の名前を確認することができました。英語とイタリア語っぽい名前が多いですね。アレクシアの名前は上から7番目にありました。表の上部には本戦の文字。アレクシアは予選を突破して本戦に出場したことがわかります。アレクシアの最終成績は2回戦敗退ですが、ここで注目すべきはアレクシアに勝った相手です。なんとこの人のラインは王冠マークまで続いています。つまりアレクシアが負けたのはこの年の武神祭の優勝者。試合の詳細が不明なので憶測にはなりますが、ここで負けていなければアレクシアの優勝もあり得たかもしれません。当時のアレクシアは学園入学前で14歳以下。まだ魔剣士としての専門教育課程を修了していません。その状態で武神祭の予選を突破して本戦に進出しており、結果は2回戦敗退とはいえ、相手はその年の優勝者でした。武神祭は年齢性別国籍不問、周辺国からも強者が参加する大会で、その優勝者は最強魔剣士の一角と言っても過言ではありません。そんな猛者たちと14歳にして肩を並べているのは控えめに言っても天才です。王国最強と言われるアイリスと比較されるせいで過小評価されていますが、あのシド君が普通にいい剣と評価するほどの技量も磨いているので、今後の成長次第ではアイリスを超えるポテンシャルを秘めていると思われます。謎の最強キャラ。そんなアレクシアを倒して優勝した人物の名はペッテ・オット。ペッテはイタリア語の男性名ジュゼッペの愛称なので性別はおそらく男。オットはイタリア語では数字の8を意味します。これが本名なのか偽名なのかは分かりませんが、数字の8を名乗る謎の最強魔剣士。アレクシアが姉のコンプレックスをこじらせる原因を作った男。なんか怪しくないですか？考えすぎ？実は彼こそがっていう展開が来ることを期待してしまいますね。次回の動画ではアルファが制服姿だった理由、そして王族の血に秘められた謎など、一期第4話の超マニアックな考察をお届けします。このチャンネルでは引き続きアニメ化下実前話のマニアックな考察動画を投稿していきますので、次の動画を見逃さないためにもぜひチャンネル登録をお願いします。前回の動画もたくさんの高評価、コメントありがとうございました。皆様のコメントのおかげでさらに影実への理解が深まりました。今回もよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。アイ、アム、アトミ。